はい、今回は AWS ソリューションアーキテクトアソシエイトの対策問題をテーマにお話ししようかなと思います。今日でアソシエイト試験の問題をテーマに扱うのは3回目になるので、3という数字を入れています。はい、では早速今日の問題です。あなたは運用担当者として EC2 にホストされたアプリケーションのログを取得しなければなりません。AWS の機能を使ってこれを実現するための最適なオプションを選択してくださいという問題です。はい、皆さんAWS の機能でログを取得するサービスってパッと思い浮かびますかね。で、思い浮かぶだけではちょっとこの問題まだ解けなくって、もう一歩ちょっと深いところまで踏み込む必要があって、どういった手順の設定をすればEC2 のログを取得できるのかというところもある程度知っておかないとこの問題は解けないようになっています。はい、ということで今日お話しすることですね。まず1点目が AWS でログ取得といえば CloudWatch Logs ですよという点をお話しします。で、2点目ですね、設定の手順というところなんですけど、EC2 に CloudWatch エージェントをインストールしてあげないとログは出力されませんというので、その手順をですね、ちょっとお見せしようかなと思います。で、最後、デモというところで、ちょっとミドルウェア、アプリケーションというよりかはミドルウェアなんですけど、Apache のログを、CloudWatch Logs に出力をしてみます。はい。で、改めて今日の問題ですね。EC2 にホストされたアプリケーションのログを取得ということなんですけど、アプリケーションのログって具体的にどんな感じのものって思い浮かびますかね。ざっくりサーバーの構成ってこんな感じになっています。下からハードウェア、OS、ミドルウェア、アプリケーションの順番で乗っかっているっていう感じですね。で、このうちの下2つ、ハードウェアと OS については、これがいわゆる EC2 というものですね。AWS はこのハードウェアと OS のセットをユーザーに時間課金で貸し出しているというのが EC2 というサービスになります。OS っていうのは Linux とか Windows とかいうものですね。これがいわゆる EC2 のサービスで、インフラストラクチャーアザサービスということで IaaS って呼ばれたりしてます。で、その上のミドルウェアアプリケーションというのはユーザーが個人個人でインストールをしていく必要があるんですけれども、例えばミドルウェアというのが Apache とか NGINX とかですね。で、その上のアプリケーションっていうのがいわゆるプログラミングコードを記述して実装したもので、例えば PHP とか Ruby とか Python とかで実装したものになります。ざっくりこんなイメージですね。アプリケーション。で、アプリケーションのログっていうのは、この一番上の、ソフトウェアが出力をしたログを CloudWatch Logs に出力をしたいというのが今回の要件になります。じゃあ改めて AWS でログと聞いて何を思い浮かべますかというところで、パッと CloudWatch Logs っていうのを思い浮かべないと、この問題ではちょっときついかなというところですね。ただ、冒頭でもお話しした通り、何もしないと、CloudWatch Logs に何もログは出力されません。で、設定が必要ですよというところで、本日お話しすることの2点目ですね。CloudWatch エージェントのインストールが必要ですよというところで、ちょっと画面のイメージをお見せしたいと思います。はい。では、AWS のマネジメントコンソールにログインをしたところです。で、今どんな状況かというと、EC2 を1台 Amazon Linux 2で起動していて、Apache をインストールして、その上に Hello World みたいな HTML ファイルを置いている状況です。今この IP アドレスでこの EC2 起動しているんですけれども、それで検索をすると、Hello World という形で公開がされているという状況ですね。で、それ以外の設定は特に何もしていないので、じゃあこの状態で Apache のログが CloudWatch Logs に出力されているのかどうかっていうのを確認をすると、何も出力されていないことが確認できます。CloudWatch Logs のロググループは1個もないという状況ですね。はい。で、実際に、今回お見せする手順はインスタンスの中に SSH でログインする必要はないんですけれども、一旦ちょっと入ってみて確認をするんですが、特に何も設定はしていないので、この CloudWatch エージェントが起動しているかどうかっていうのを確認するコマンドを打っても、そんな CloudWatch エージェントコントロールみたいなコマンドはありませんよっていうことを言われてしまいますっていう状況ですね。
はい。で、実際にここからクラウドウォッチエージェントをインストールしていくんですけれども、まずどんな動きをするのかっていうのを簡単にご説明します。今、このハードウェアと OS の組み合わせである EC2 にですね、クラウドウォッチエージェントをインストールします。で、あらかじめ、このファイルのログを教えてねっていう設定をするんですね。で、今回の場合で言うと、アプリケーションでなく今回 Apache なのでミドルウェアなんですけれども、 Apache が吐き出す barlog httpd アクセスログという名前の、ログファイルですね。この中身を教えてねっていう設定をエージェントに覚え込ませるんですね。で、覚え込ませるとエージェントはこの名前のログファイルが出力された時点でクラウドウォッチログ、AWS 側にですね中身を送信し続けるような動きをします。はい、ということでもう一回 AWS の画面に戻ってどんな感じで入れるのかっていうのをやってみたいと思います。ログインはしなくてよくってシステムズマネージャーの LAN コマンドっていう機能を使います。ここはちょっと詳細は割愛しますね。LAN コマンドは OS に対していろんなコマンドを、AWS のコンソール画面からですね打てるよっていうような機能になります。この中で、今回やるのがこの AWS Configure AWS パッケージという名前の LAN コマンドですね。これを打ってあげます。で、中身は何打つかっていうとAmazon クラウドウォッチエージェントという名前のパッケージをインストールしますよっていうものですね。で、あとの設定はそのまんまでよくって、インスタンスを手動で選択してあげて、対象の EC2 を選んであげるっていうだけですね。これで実行をしてあげます。すごい簡単ですね。これでしばらく待つとインストールが完了します。はい、今成功になりましたね。で、一度 EC2 の画面に戻ってもう一度接続して確認してみますね。さっきのステータスを確認するコマンドを打ち込んであげますと出ましたね。今ストップにはなってるんですけれども、このコマンドがちゃんと効いているのがわかるかと思います。なのでインストール自体はうまくいっているっていうことがわかりますね。で、冒頭に紹介した設定ファイルはまだ何も覚え込ませていないので、コンフィグは not configured っていうような状態になっています。ただ今のでインストールはうまくいったっていうのがわかるかなと思います。じゃあ次に、設定を覚え込ませるんですけれども、これもどうするかっていうと LAN コマンドでいけちゃいます。LAN コマンドで設定するための LAN コマンドは Amazon クラウドウォッチマネージエージェントという名前の LAN コマンドになります。こいつですね。で、これを選んであげてアクションコンフィグアになっていることを確認して、次何やるかっていうと、このコンフィギュレーションロケーションですね。設定ファイルはどこにありますかっていうのを指定してあげます。で、これどこにあるかっていうと、同じくシステムズマネージャーのパラメータストアというところに、入れておく必要があります。今回あらかじめ作っていて、クラウドウォッチエージェントコンフィグテストという名前で作っています。で、どんな中身の設定ファイルかというと、今回ちょっとデモということですごい最小限の構成にしています。ログズ、どんなログズを取ってくるんですかっていうところのファイルパスを記述してありますね。さっき紹介した barlog http でアクセスログっていう名前のログファイルを教えてねっていう。で、クラウドウォッチログズのロググループ名はこれで、ログストリーム名はこれにしてねっていう、この最小限の設定ファイルだけを構成している感じですね。じゃあこれをコピペして、
このロケーションのところに入れます。であとはこれだけで先ほどと同じくインスタンスの名前を指定してあげて実行を押します。でこれもしばらく待つとすぐ成功になりますね。はい。でじゃあもう一回ランコマンドじゃないや、インスタンスに戻ってちゃんと設定が効いているか確認しますね。先ほどと同じくステータスを確認するコマンドを打つと、さっきストップドだったのがランニングに変わっていることがわかるかと思います。で、Not Configured だったところが設定されているよという風になっているかなと思いますので、これで準備は完了ですね。じゃあ実際に OS の中でアクセスログという名前のログファイルが出力されれば、クラウドウォッチエージェントが働いてクラウドウォッチログズに中身を教えてくれるというような動きをしてくれます。今私準備は完了したというふうに言ったんですけれども、1個大事な手順を忘れていました。結論から言うと EC2 にアタッチしている IAM ロール、EC2 が持つ権限なんですけれども、それが足りてなかったですね。クラウドウォッチログズに対してログを出力するという権限の設定をしていなかったので、いつまでたってもログが配信されなかったです。で、参考までになんでそれが分かったのかっていう手順をちょっとお見せしようかなと思うんですけれども、興味ないよっていう人は最後の方まで飛ばしていただいて、どんなログが測れるのかっていうところだけ見てもらえればと思います。で、AWS のドキュメントでクラウドウォッチエージェントのログがどこに測れるのかっていうのがここに載っていて、これを見たわけですね。で実際に OS の中にもう一度入って、このクラウドウォッチエージェントのログファイルを見ます。とバーッとログが測れるんですけれども、この E ってびっくりマークって書いてあるのがあるかと思うんですけれども、これはエラーログのことですね。で、AWS エラー received when sending logs to Cloud Watch test group、配信しようとしたら、アクセス denied になりましたよと。で、ここに書いてあるんですけども、プットログイベントする権限がなかったっていうようなことが書かれていますね。これで分かったわけです。ので、EC2 に足りない権限を付与したいと思います。IAM ロールの画面に行って、アタッチしているポリシー一覧が出るんですけれども、今一つだけアタッチしている状態ですね。ここに、EC2 がクラウドウォッチに対してログを出力できる権限を与えます。クラウドウォッチで検索したらこれですね。クラウドウォッチエージェントサーバーポリシーというのが出てくるので、これをアタッチしてあげます。はい、アタッチしました。これで権限的には足りているはずなので、しばらく待つと出力されるはずです。はい、出力されましたね。で、ログストリーム名も意図したものになっていて、しばらく待つとリアルタイムでログが出力されるかと思います。はい、しばらく待つとこんな感じで Apache のアクセスログが CloudWatch Logs に配信をされました。はい、今回の動画は以上になりますので、今回紹介した問題を解くためには CloudWatch Logs っていう名前だけを覚えていれば良いっていうわけではなくて、EC2 に対して CloudWatch エージェントをインストールして設定してあげないといけないんだっていうところまでちゃんと分かってないと解けないような問題になっています。細かい手順までは覚える必要はないんですけれども、こんな感じでやるんだなっていう、今回見ていただいたら結構覚えることができるかなと、記憶に残るかなと思いますので、ぜひ何回か見ていただければと思います。では今回以上です。ありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。